にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第10話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。青春だな。誰だこの美少女。大人やな。泣いた。負けヒロインというには綺麗な感じだな。ほんとこのアニメは演出とセリフが良いな。これで困り会終わりか。いい話だな。生徒会長の話し方がなんか宝塚歌劇団っぽい。おっさんだけど切なくてキュンとしたわ。お祭りが終わった。しみるわ。青春やな。ふざけてるようで深いわ。こまりちゃん乙女だった。しかしだいぶぬっくんに心を開いてきてるな。なんかすげえ良い話だったな。こまりちゃんだけじゃなくぬっくんまで学園青春劇のメインキャラみてえだ。ちなみにこまり会はここで終わりじゃないのよ。さすがに今日はこまりメインだった。マーヤナミは食ってレモンちゃんは走ったし、それぞれのキャラノルマはこなした感があるけど、しかしレモンちゃん、ああやって誰にでもフレンドリーで、一体中学時代から何人の男を勘違いさせてきたんだ。恐ろしいポテンシャルを感じるぜ。鈍感な綾野がレモンはモテるって言ってたし、相当だろうな。こまりの作が力入ってた気がする。まるでこまりがメインヒロインみたいだったな。カットも少なくてよかった。メインヒロイン3人制。スタッフがこまりちゃんを好きすぎる。彼らが眩しすぎて画面がよく見えません。切なくて甘酸っぱくてええ話やな。さすがかじちゃんわかってる。ああいう場所で思春期の男が兄弟に仲良くされたら恥ずかしいし、その後の立場にも関わるからあえて接触せず見守るとか、出てきたヒロインキャラの中で一番精神年齢高いまであるぞ。柳波さんの劇見たぬくみずの反応で草生えた。何作ってるんですか朝雲さん。殺傷能力バリバリじゃん。子は勝ちヒロインなのに朝雲さんまともじゃなくて可愛い。流しの上司の近くにひなわ注射敵があるよ朝雲さん。朝雲さんも腐ってたか。こまりちゃんに迫る朝雲さんに笑ったわ。興味があるからこれから腐る。さすが朝雲さん、読み解きに隙がなかった。朝雲さん、あの人やばない。1話2話でやべえ女コメント見かけたけど、その通りじゃった。前半見た僕ティアラちゃん可愛すぎかよ。後半見た僕こまりちゃん可愛すぎかよ。文化祭が終わってしまうという何とも言えない物悲しさってあるよな。こまりちゃんの介護独り立ちだけではなくて、負けヒロインとしての話も焼き塩と同じで一区切りさせたんやな。柳さん食ってた。じゃなくて一応空気読んで二人で学祭回らせてた。ぬくみずとこまりの距離感良いな。恋人でも友達でもないんだが。こまりちゃんがちの滑り台ヒロインだな。他の負けインより深いわ。自分の恋に関してちゃんとアクションを起こしてるしね。こまりがヒロインムーブしだした。相手がいないだけで負けヒロイン要素少ないよな。いやいやこんだけコミュ障では。変化球ラブコメかと思ったら結構ウェットだよねこれ。ちょっとずるい質問しちゃったんやな。二人とも影に入っているんやな。このアニメこういう演出いいよな。こまりもちっこくて可愛いよな。これこまり会完結してんの。3巻だがまだ終わってない。なんてまっすぐな青春アニメなんだ。これは隠れ名作。こまりちゃんの恋が終わった瞬間か。大人になったらこんな恋できない。こまりは他の2人に比べると自然に関わって物語が出てくるから普通のヒロインみたいだ。いい高校生活だったと思えたようでよかった。こまりちゃんのヒロインムーブが止まらないまま終わった。来週何やるんだろう。ぬくみずってあれだな。ひねくれてないヒッキーなんだな。ぬっくんが彼氏になって支えろよもう。 4K ラッコが抜け駆け許さない。あいつは 2K だろ。ほんま背景綺麗だよなこのアニメ。写真で手抜きしてないのが良い。こまりちゃんはヒロインに昇格し、柳さんはラッコに降格したかい。ぬっくんは素直に評価してくれるから一緒にいて感じもらえるよね。さすがに今回ばかりは柳が最後に持っていかなかったか。柳さんが落ちやらない負けインだとこんなの負けインじゃない。今日のこまりは美少女成分しかなかった。ちゃんと終わらせることも必要と。
こまり、目の描き方が綺麗だな。こまりちゃんはもう少し身長が伸びて、髪が伸びて、どもりがなくなって、社交性が出て、顔が可愛くなって、宝くじが当たればモテるようになるよ。おっぱいはいいの。これでこまりの恋が終わったのか。来週でぬっくんに対して恋に落ちるんだ。恋愛本とか読み出すんだぜ。当番会なのもあるが、サンマケインの中だとこまりが一番だな。他は横暴や無茶苦茶をしてくるからそうなるよな。一番偉いのは焼き塩、一番アバドンなのがヤナミ。難しい話だな。良い人を好きになったな。しかし始まる前はダークホースですらなかったのに、箔が力入ってるな。マジでいいアニメだった。今回めちゃくちゃ日常所作丁寧に動いてて本当良かったと思う。マジで。祭りの終わりと同時にこまりちゃんの恋にも区切りがつく。ぬっくんはヒロインたちの恋の終わりの見届け人なんやね。こまりちゃんメインの学園祭エピソード完結編。それは偶然なんかじゃなくて、偽りの愛なんかじゃない。誰かを好きになれてよかったという結果だけが残った。そんな祭りの後の寂しさを表したお話でした。あまりにも綺麗すぎるこまりちゃん編の終わり方。関係性を壊してでも告白し、振られるのが分かってても告白するという勇気。それこそこまりちゃんの成長に必要だった過程で、改めて好きになってよかったと。寂しくも後悔はないその表情。なんとも美しい。ある意味こまりちゃんに学園祭マジックが起こった気がする。恋愛ではなく、成長という意味で、ここまで頑張れることはなかったんじゃないかな。そして失恋して強くなるという意味でも、それにしても、いろいろカオスな文化祭だ。ツアブ記祭当日を面白く楽しく描きつつ、こまりにとっての出発であり再確認でありけじめであり、彼女の様々な感情を描いている回だった。特に B パート以降、手や足元、表情の芝居が全て決まっていて、そこからのサブタイエンディングの流れが完璧だった。ツワブ記祭の一部始終が見れた回でしたね。これは忘れられない思い出になるんだろうな。終盤のも含めて、これで心残りは、いよいよクライマックスか、終わってほしくない自分がいる。振られてすぐに終わる恋なら苦労はしない。何かに打ち込んだ時間に癒され、好きになってよかった、と言えるまでが失恋なのだ。作者さんは相当な負けヒロイン指揮者とお見受けした。さて次回から新章かな。楽しみです。こまりんやっぱ超かわいい。気のせいかもしれないけど、今回はなんかいつもより、こまりんのあの癖のある声のトゲが少ないように感じて、寺澤さんの演技のうまさが出てた気がします。こまりんこれから部長として頑張れ。こまりも負けヒロインではあるのだけど、ぬっくん中心の関係で見ると正ヒロイン感あるな。焼き塩さんはそこでも負けそうかもしれない。やなみさんは友達、何？ティアラちゃんクソかわいいって思考が半分くらいを占めてるんですがね。何度も思うんだけど、ぬっくんの身長とか話し方とか、そう簡単に誰かと恋愛関係にならない絶妙なキャラ感がすごいわ。文化祭が終わりを迎える充実感と赤涼感が、こまりの文芸部で過ごした先輩たちとの楽しい時間の終わりと重なるのがうまい脚本だと思いました。それぞれが青春を謳歌する文化祭の様子をたっぷりと描写した後だからこそ、心に響く好きになってよかったでした。大事なところで他人を寄せ付けないところがあって、こまりちかについて温水和彦が言う言葉は、温水自身にも当てはまる。成長した忍と以前よりずっと踏み込み合えるようになったのは、こまりだけではなく、という回だった。秋の光の中で熟していく少年少女。負けイン、どの負けヒロインも負けた後に、温水が好きになって、どれもこれも選べないよー、的な作品だと当初思っていたんだけど、三者三様な女の負け際の美しさとカタルシスを詰め込んでて、温水はそこまでフラグに関与しないのがとっても良い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。
さまざまな考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。